はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。寒くなってくると無性に辛いもの食べて体の芯から温かくなりたい時ありますよね。これからの季節だと辛い鍋とかもいいですよね。今日はそんなピリッと辛くてジャンクな料理をご紹介します。それでは早速やっていきましょう。今日はこちらの豚のスペアリブを用意しました。結構小さくカットされてますね。スペアリブのスペアは予備のや余分なという意味で、リブは肋骨やあばら肉を意味します。つなげると残った肋骨周りの肉ということです。スペアリブといえばブリスケット、プルドポークに並ぶアメリカ三大バーベキュー料理の一つで使用されたりもしますね。日本でも最近だとコストコなどで塊のスペアリブが気軽に手に入るようになったので、バーベキューなどで使用している人も多いはずです。今日はこのスペアリブを使って毛沢東スペアリブを作ります。毛沢東スペアリブとは東京にある青山シャンウェイという中華レストランが発祥と言われている料理です。衣をつけて揚げたスペアリブにこれでもかってくらいに大量の特製スパイスを振りかけた豪快な一品です。孤独のグルメなどで取り上げられたことで一気に毛沢東スペアリブの名が広まったと言われています。中華八大料理の一つ湖南料理をもとにアレンジを加えて毛沢東スペアリブは完成しました。湖南料理といえば四川料理と同様に唐辛子を多用し辛いことでも有名です。その湖南省出身の毛沢東が湖南省料理を愛していたことから毛沢東スペアリブの名前が付けられたと言われています。一つのお店がきっかけで毛沢東スペアリブの名前が広がるなんて面白いですよね。自分も気になって3、4年前に青山シャンウェイの本店に毛沢東スペアリブを食べに行ったのが懐かしいです。青山シャンウェイの通販などで毛沢東スペアリブを買うこともできるようです。その原材料の食材や市販の SB の青山シャンウェイ監修のザクがけスパイスなどの原材料、ネットの情報などを参考に今日はスパイスを調合し毛沢東スペアリブを作ります。まずは鍋にお湯を沸かしてスペアリブ、ネギの青い部分を加え下茹でします。アクが出てきたら取り除きます。紹興酒、醤油、塩を加えて1時間くらい煮込みます。茹で終わったら火から下ろしザルにあけて水気を切ります。ボウルに片栗粉、塩、パプリカパウダー、ホワイトペッパーを加えてよく混ぜ合わせます。余分な水気をキッチンペーパーなどで拭き取りスペアリブに衣をつけます。衣をつけたら油で揚げていきます。一発目のジュワーという肉を油に入れた瞬間の衣が奏でるミュージックはいつ聴いても心地がいいです。次にスパイスを作ります。まずは干しエビを細かく砕きます。フライパンに水、砂糖、塩、鶏ガラスープの素を加えて火にかけます。フライドエシャロット、フライドガーリック、干しエビ、唐辛子、クミン、ウーシャンフェン、ホアジャオ、ブラックペッパーを加えて全体をいって水分を飛ばします。スペアリブが上がったら取り出してボウルにスペアリブを入れてスパイスを入れて全体にまぶします。お皿に盛り付けて完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はサンミゲルのペールピルゼンを飲んでみましょう。フィリピンといえばサンミゲルと思ってましたが生産は香港なんですね。そんなサンミゲルの中でも一番定番のビールがこちらのペールピルゼンです。色は淡い金色で見るからにすっきりとしてそうです。穀物を副原料に使用しているためか軽さがあり、いかにも南国のビールといった感じの飲みやすさがあります。これは日常使いしやすい日本のビールにも近いバランスのいいビールですね。それでは毛沢東スペアリブ食べてみます。カリッ、ザク、パリ、衣とスパイスの食感が気持ちがいいです。一口に含むとフライドエシャロットやフライドガーリックの香ばしい香り、唐辛子のピリッとした刺激、クミンのエスニックな香りやウーシャンフェンの中華を思わせる複雑な香り、後を引くホアジャオのピリッとした痺れるような辛さ、時折現れるエビを噛んだ時に感じる海鮮の風味、すべてがそれぞれ香りを主張し個性豊かな食感も相まってスペアリブのシンプルな唐揚げがワンランク上の料理へと
変貌を遂げています。これはハマる人の気持ちもわかりますね。このスパイスをしっかりと絡めながら食べるのが正解です。辛さはあるけどうま辛なのでついつい食べるペースが上がっちゃいます。鶏の唐揚げにかけてもいいし、ラーメンのトッピング、焼き鳥やステーキ、チャーハン、麻婆豆腐とかに振りかけてもいいかもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。毛沢東スペアリブいかがでしたか？皆さんの地元のお店とかから発祥した珍しい料理とかあればぜひ教えてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。